はい、いらっしゃいませ。実習へようこそ。実習のね、三大話題といえば、クラシックギター、音楽、そして旅行じゃない。旅行行きたいけど旅行行けてない。オーディオでございます。そして、今までの動画でですね、自分がスピーカーについて迷っていることね、買おうかどうか迷っていることは何度か言及してきましたが、ついにですね、買ってしまいました。はい、すいません。まあね、新品ではないよ。新品ではないけど、音はね、いや、すごいびっくりした。こんな感じです。ねえ、これルーム録音とちょっと思えなくない？そうね、私この以前の動画ではこのボーカルのシェイプ40っていうやつなんですけど、これあんまりよくは言わなかった記憶があるんですけどね。まあでもね、今回それを手に入れちゃったわけですな。そこをちょっと語らせていただきますよ。まあ、オーディオ好きのただのヨタ話でございますが、まあね、いい音に興味のある方はぜひ聞いていってくれると嬉しいところです。ではどうぞ。まずね、音はめちゃくちゃいい。やばい。半端ない。いや、まあ時代の進化っつうんですかね。いやね、今までね、自分が使っていたフェンダーフォーカルパスポートだっけ、あれもスピーカー自体はフォーカルのもので全然悪くないんですけど、だからそんなにね、まああれは10年前のものなんでさすがにっていうのはあるし、もともとがフェンダーのパッケージっていうのもあるし、さてフォーカルの中堅のスピーカーになってそんなに変わるかなって半信半疑だったわけなんですけど、まあでもね、どうせならあんまり似たようなタイプのものを買っても面白くないんで、まああえてね、人柱っていうか、今回小さめのやつをね探してみたんですよ。というのはスウェーデン製のねサブウーハー買ったっていうのこれも動画にもうネタで使っちゃいましたけど、買ってあるんで、もうどんとこい、ちっちゃいやつでもどんとこいですようちはって感じで、でね、まあね、酒を飲みつつ夜中にちまちまとまあネットオークションをまあ見るわけですね。ただね、早くも見つけちゃいましてね。まあさすがにちょっと早すぎないか、ちょっとでもまあ結局買ってしまいました。はい。でね、だいぶ小さいです。ウーハーが10センチですからね、こんな。はい。本体もコンパクトで軽くはないけど、いい感じの重さでね、7、8キロだったかな。扱いやすいですよ。置くのもすごいサクサクと移動もできるし。で、これがね、ボーカルのこのアンプ内蔵モニタースピーカーの中では中ぐらいの位置に、3段階のやつの松茸梅の中ぐらいのやつ。エボってもうちょっと安いやつと、赤いフレームのクソ高いやつとあって、その中ぐらいね、あるのが、このシェイプシリーズですね。それの一番ウーハーの小さいやつを今回入手させていただきました。これパッシブラジエーターっていうやつで低音を補強するんですよ。左右にね、電気が通さないただの振動板みたいなのがついておりまして、真ん中の表のウーハーのこの動きをこう横もこう受けてちょっと動くというね、これがねすごかった。ちょっと舐めてました。もう正直ね、これうちのサブウーハースウェーデン製のでかいやつとかいらないです。これだけでもね完結できちゃった。すごい恐るべしで、自分はねパッシブラジエーターのスピーカーって今回初めて使用しますけど、こんなにね低音が出るとは思いませんでしたね。いやもうガンガンきますよ。
穴が開いてスカスカのバスよりもね、この隙間が一応ね電気通さないけどスピーカーみたいなのが塞いでるんで、スピーカーで塞いでるっていう感じはするんだけど、ぶっちゃけね遠慮ないですね。まあ例えてみればですよ、鬼滅の刃の伊之助みたいなやつだわかる人にはわかると思うな、うるさいキャラでね。しかもですね、これ下にじゃなくて左右にパシプラジュータついてるんで、音の広がりもねすごくワイドな感じがあって、リッチな音ですね。ほんと小ささって感じさせないですよ。もうチートだろって感じだよね。まあね、出過ぎてもちょっとうるさいんでうちはですね、とりあえずね、EQ ローカットを入れてます。入れる方が自然な感じでした。そんなに伊之助みたいに頑張んなくてもいいようちはで、ローカットを入れて、で重低音だけサブウーファーでフォローしてっていう感じだといい感じですね。とっても自然で、いやー、なんとも贅沢な話でございますよまあ全部オークションだけど、はい。でね、今回何が変わったかって、でも中低音のガッツさ、まあ高音に関してはね、前のやつもボーカルの生き生きした高音で良かったんですよ。でもね、前のフェンダーボーカルは紙のスピーカーを使ってましてね、まあそれがまあある意味ブリティッシュロックみたいなフェンダーっぽさだったのかな。でもね、今回はちょっとウーハーが変わりまして、それがねめちゃくちゃ恐ろしく解像度が高くてびっくりしました。でこれ同じタイプのスピーカーでカーオーディオのね、フォーカルっていうとカーオーディオがすごくいっぱいでありまして、それこそね200万超えるセットとかあるんですけど、まあそれの解説に分かりやすく書いてあった、世界最高品質とされるフランス特産の麻ですね、フラックスを小技に用いたダブルサンドイッチ高音を特徴として、音楽ジャンルを選ばないニュートラルで現代的な音調、ピュアな中高音とパワフルな低音など価格ランクを超える高音質で高く評価されてきたフォーカルのスピーカー、中核モデルフレックスシリーズっていう、このねフレックスこの麻っていうのをしっかり使っててね、なんか麻ってなんか芯が強い感じありますよね、天然素材の割にはね。それがねめっちゃ良いっすよ。この言葉で説明するってなかなか難しいけど、例えばですね、オーケストラの動画、見ようとした。はい。でまず指揮者が入ってくる。で拍手が起きる。でその時にね指揮者の足音はするんですよ。でもそれ以外にもね、演奏家さんとかね、観客の人とかね、ちょっと足を踏んだりね、靴が床に触れたりするような音がね、ポッポッポって今日ちょっと聞こえたりする、その音がですよ全部分かっちゃうんだ何の音ですか。だからね、音が良いアニメで僕、チェックに使うのが響けユーフォニアムね、セカンドシーズンのコンサートのシーン、あそことかさ、複数でトランペットをね 3,4 人で同じ音ですよ、同じ音をみんなで弾いて吹いてるところ、そこを聞くとですよ、このスピーカーで何人で吹いてるか分かるんですよ。すごくないですかっていうのは嘘です、すいませんでもね、それに近い感覚はあるんですよ。同じ音程の音を同じ楽器で出していても、一本一本の差異みたいなのがね分かる感じ。オーケストラのバイオリンとかでもね。あとラブライブ、初代のラブライブの動画僕よく見るんですけど、あれも何人だっけ、7人8人9人みんなで歌ってるところですよ。パートじゃなくてみんなで音を合わせて同じ歌を歌ってるところでも、メンバー一人一人の音がね、なんか差異が分かってくるっていうね。いやち
ちょっと今まで経験したことがない、ヘッドホンでもここまでのことは経験したことがないっていうレベルの恐ろしいもんだと思いましたね。でね、そういうなんかこの立ち上がりとか分解率とか、それはいいのはわかるんだけど、レゾナンスっていうの、それはそうなんだけど、これね、それだけじゃないっすよね。立ち上がりも鋭いけど、音の減退部分もとっても正確で美しく再現し上がるんすよ。このリバーブの余韻とかね、ホールの余韻とかね、そこを曖昧にしないんですよ。そう丁寧に。なるほどねと思った。これフォーカルのシェイプシリーズはね、デジタルアンプ使ってないんですよね。内蔵アンプにAB 型のアナログアンプにこだわって入ってるんです。実際はその分の重くて、実は触ると結構熱を持つところがあるんですけど、そこですよね。このアナログアンプを使ってる贅沢じゃ贅沢だけどね、すごいっす。もうね、自分ごときがですよ、こんなすごいものをね所有してしまっていいんですかっていうね、この罪悪感まで感じてしまうスピーカーです。すごいっすよ。でね、一つだけ欠点っぽく感じたことを付け足させてもらえればですね、やっぱりこのサイズで低音をフルフルに出すのは無理感が拭えないっていうところはありますな。でそれがね、低音が無理して出しているわけじゃなくっていう風に聞こえるんじゃなくて、そこを目いっぱい出してる分、逆にね、そんな大きなサイズのウーハーで10センチのちっちゃいウーハーで普通のスピーカーだったら中音用スコーカーに使うぐらいのサイズですけど、これがね、このスピーカーと高音のスピーカーとの間がね、ちょっと空いてる感じがするんだよね。もちろん音量はフラットに調整されてるはずなんだけど、エネルギー感的な意味でね、このちょっとはこの間のところが抜けてるかなっていう感じがしなくもないです。でもそういうのはね、もうちょっとサイズの大きくて余裕がある低音を出している機種になると、その辺はもっと自然になると思うんですけど、ちょっとねこのサイズではなんとなくちょっと無理はやっぱりしてるかなっていうのはありますね。でもそんな大きな問題じゃないです。それに比べたらこの音の素晴らしさは圧倒的ですね。というわけで日本のオーディオマニアの人、フォーカルってあんまり知らないみたいだしね、あんまり評価を聞かないで、結構売れ残って値段も下がってるフォーカルっていうメーカーのスピーカー、アンプ内蔵スピーカーの中級シリーズで、その小さいやつを値段に、見なうかどうか不安に駆られる方もいらっしゃるかもしれませんが、自分もそうだったし、そこね、しかし蓋を開けてみれば、これで見合っていなかったら何が見合ってるんだというレベルのすごいスピーカーでした。というわけで、フォーカルのシェイプ40、5段階評価するなら5です。素晴らしいおすすめします。ありがとうございました。実習でした。